太郎です。いや皆さん、ボーカルミックスって苦労してませんか？ちょうどいいバランスで混ぜるのって結構難しいですよね。僕も昔はボーカルミックス結構苦手でした。でも一つの考え方を理解してからボーカルミックスがすごくやりやすくなりました。今日はその考え方をお伝えして、その後僕がいつもやっているプラグイン処理の実例もお見せいたします。一口にボーカルミックスって言っても結構奥が深いんで、今回もなんと3回シリーズでお送りします。このシリーズを見ていただくと、歌ってみたみたいな2ミックスのオケに対してのボーカルミックスのやり方を理解できるようになりますんで、ぜひ最後までご覧ください。動画の一番最後では今回使用する音源の練習用素材をプレゼントするキーワードを発表しますので、ぜひそちらもチェックしてご自身のセッションで練習してみてください。質問がありましたらコメント欄の方にお願いします。では行こう。ではまずボーカルミックスによくある悩みを見ていきたいんですけど、いろいろな悩みはあるとは思うんですけど、こういうのもあるんじゃないでしょうか。ボーカルが浮いたり逆に埋もれたりしてしまうっていう悩みですね。これ結構よく相談されるんですよね。特に歌ってみたのミックスをされるような方で、このような悩みを持たれる方は多いんじゃないかなと思います。でそんなよくある悩みなんですけど、じゃあなぜボーカルが浮いたりとか埋もれたりするのかっていうのをちょっと考えていきたいと思います。で、これは理由は主に2つあって、理由1、適切な処理がボーカルにされていないということと、あと理由2、インストにボーカルの入る隙間がないっていうことですね。この理由を解決していけば、ボーカルを適切にミックスしていくことができるんですけど、それをできるようにしていくためには、まずボーカルミックスっていうのがどういう目的を持って作業するものなのかっていうことを理解していくことが必要かなと思います。で、このことを理解することによって、各プラグイン処理だとか、その他の処理っていうのをしっかりとした目的意識を持ってしていくことができるので、結果的にボーカルミックスのクオリティも上げていくことができるようになります。で、そのボーカルミックスが何なのかっていうお話を解説した図を用意しましたので、次のスライドで見ていきましょう。このような図を用意してみました。ミックス全体をパズルに例えてみました。こうやっていろいろなピースがあって、それをつなぎ合わせて1個のパズルを作るわけですけど、ここ1個ピースが空いていますね。歌ってみたのようなミックスはこういう感じで、ここに最後ボーカルっていうピースをはめて完成させるっていうことになります。で、さっき見た理由の一つ目のボーカルに適切な処理がされていないっていうのは、例えばこういうことですね。最後のピースなのにこんな感じで形が違ったり、色も違いますよね。これを無理やり乗っけようとする。そうするとやっぱり入らないですよね。入らないですし、色も違うからすごい浮いて聞こえたりとか、逆にこれはちょっと大きめなんですけど、すんごい小さかったりとかすると埋もれちゃったりとかしますよね。で、それを適切な処理、例えば EQ で削ってみたり、コンプで厚みを整えてみたりとか、あとはオートメーションとか空間系とかサチュレーションとかで質感を合わせて、色を合わせて同じ形にしてはめ込むと。そうするとスッと綺麗に入るってことですね。これが綺麗にボーカルをミックスできたっていう状態になります。で、逆に理由の2つ目のインストにボーカルの入る隙間がないって場合もあるんですね。これは今もうありますけど、ここがある程度埋まっちゃってるような状態で、そこに対してこういうしっかりとしたちゃんとしたものをはめようとしたとしても、ここが埋まっていると入りたいけど入れないみたいなことになったりもします。なので2ミックスに対してボーカルをミックスするコツなんですけど、ボーカルの方だけを処理するのではなくて、インストの方も処理した方がいい可能性があるよってことを覚えておいてください。で、今回ボーカルミックスシリーズ3回シリーズなんですけど、次のような内容でやっていきます。まず1回目、ボーカルを処理で整える。これはプラグインの処理ですね。いわゆる皆さんが考えるボーカルミックスの工程っていうことになります。そして2回目はさっきお話ししたインスト側の処理ですね。インスト側の処理と、あと空間のデザイン、空間系のことをやっていきます。で、最後3回目はオートメーションですね。このような流れでやっていきたいと思います。で、浮くとか埋もれるとかそういうものに関してはプラグイン処理である程度解決するんですけど、1回目2回目のやつですね。でも実はミックスのメイン作業は僕はそれではないと思っています。これはあくまで下処理で、ミックスで一番重要な作業はボリュームオートメーションになります。これは3回目で詳しくお話しするので、ぜひお楽しみにしていてください。さっきの図のところでインストにボーカルが入る隙間がない場合があるみたいなお話をしたんですけど、適切にミックスされたインストだとしっかりボーカルが入る隙間があるっていうこともあるんですけど、今回は
勉強のためにあえてボーカルの隙間がないインストを作りましたので、そちらに対してのミックスっていうのを行っていきます。あとはピッチ編集とかノイズ除去みたいなお話も実はあるんですけど、それはまた別の動画で解説したいと思います。では実際にミックスをやっていくんですけど、その前に一つやっておくべきことがあります。それはインストのヘッドルームの確保ってことですね。ヘッドルームっていうのが何か分かんないかもしれないんですけど、ヘッドルームというのは音割れするまでの余白のことですね。でヘッドルームを確保しない状態だとすぐ音割れしてしまう可能性が出てくるので、音割れするまでにある程度の音量の余白を作ってあげる必要があります。特に歌ってみたとかそういうもののインストに関してはある程度音圧がしっかり入ってしまっているものも多いので、その音量のままでミックスをスタートするとヘッドルームが少なくてなかなかうまくミックスができないっていうことが起きたりします。なので最初にヘッドルームをしっかり確保してあげるっていう必要があります。でそこで使うのがVU メーターっていうものになります。この VU メーターに関してはめちゃくちゃ重要なので、改めて別の動画でしっかりお伝えしたいと思いますけど、もし実機をお持ちであれば実機でもいいですし、お持ちでない方もプラグインで VU メーターっていうのが Waves とかいろんなところから出ているので、そういったものでも代用可能になります。まずメーターの基準をですね 0VU になった時にマイナス18デシベルの音量が出るように設定します。でこのマイナス18デシベルフルスケールっていうんですけど、これはデジタル領域で0デシベルフルスケールを超えると音割れしてしまいますよっていう基準の単位になります。でこれをマイナス18デシベルに設定することで歪むまでに18デシベルの余白ができるということですね。でその方法は Waves のこの VU メーターで言うと、ここですね、ヘッドルームっていうのがあるんですけど、ここが今18になってるんですけど、この状態で使うと 0VU まで触れた時にマイナス18デシベルの音量が鳴っているっていうことになります。なのでこの設定を作った後にインストの音量レベルをこの 0VU で触れるところまで音量を下げていくってことですね。そうするとインストのヘッドルームが18デシベルぐらいできる、つまり歪むまでに18デシベルの余裕ができるということになります。でこれ目的としては後でボーカルをミックスする時のために作業しやすいようにヘッドルームを作るということになります。このインストのヘッドルームを確保するっていうことなんですけど、これはボーカルとインストのバランスを取るためっていうことではなくて、後でボーカルをミックスするときにヘッドルームがないとやりにくいので、そのためにヘッドルームの確保を行うということになります。はい、それでは実際にインストトラックのヘッドルームを確保する流れを見ていきたいと思います。まずプラグインでいいので VU メーターを用意してください。今回は Waves の VU メーターを使いたいと思います。音量の調整方法なんですけど、トラックについているこういうボリュームフェーダーでやるのではなくて、プロツールスで言うとここにクリップゲインっていうクリップ自体の音量を調整する機能があるんですけど、これを使用するか、もしくはプラグインで音量が管理できるようなこういったプラグインをインサートしてそちらで調整することをお勧めします。どうしてそのようにするかというと、このボリュームフェーダーっていうのはプラグインの処理が終わった後の全体の音量をコントロールすることになるので、例えばここでインストに何らかの処理を加えたいという時に音量が大きいままで処理しなければいけなくなってしまうので、その前の段階でまず音量を下げておきたいということになります。でこの辺はゲインステージングとかそういった話にもつながってくるので、その辺のお話は改めて別の動画で詳しく解説したいと思っております。では実際やっていきましょうか。で音楽を流しながら、特に音量が大きいところがいいので、今回はサビの部分のインストを流しながら音量を調整していきたいと思います。この楽器は普通にマスター処理をした後の楽曲なので結構音量が触れてくると思います。なのでそれをどんどん下げていって、なんとなく0付近で触れるぐらいに調整していきたいと思います。じゃあこの状態でメーターの触れ方確認していきましょう。
なんとなく0付近で触れています。このようにするとなんとなく18デシベルぐらいのヘッドルームができたということになって、今後の作業がやりやすくなります。今でインストトラックの方の準備ができたんですけど、ボーカルトラックの方も事前準備をやっておくとやりやすくなったりします。これはボーカルのセクションごとの音量差が激しい場合とかに特に有効な対処法になります。ボーカルが A メロとかサビとかそういうので音量差がすごい激しい場合、これ何が困るのかと言いますと、コンプレッサーの効き方が変わってしまうんですね。で、最終的なレベル管理がちょっとやりづらくなるということがあります。で、これどう対処するかなんですけど、音量差が大きいセクションを切り分けて別々のトラックとして処理していくとやりやすかったりします。例えばこういうようなトラックがあったとして、ここはなんとなく小さいですけど、ここは結構大きめだったりしてますね。これをここで切り分けてトラックを分けるんですね。このような感じになります。ここでまず1トラック作って、でここで切り分けて、ここを別のトラックにしちゃうってことですね。こうすることでそれぞれのトラックに対してコンプレッサーが当てられるようになるので、スレッショルドの管理が非常に簡単になります。ちなみにこのままのトラックでも全然やることは可能で、その場合はですね、オートメーションでスレッショルドレベルをコントロールしながら適切なリダクションレベルを設定していくってことも可能になります。で、今回に関してはこちらのやり方をご紹介していきます。ではボーカルトラックのトラック分けのお話をしていきたいと思います。もともとはこういう1本のボーカルトラックでした。で、ここが A メロなんですけど、ここが音量が小さめで、それ以降が音量が大きめになっています。で、トラック分けたものも作ってあるのでちょっと見ていきましょう。こちらですね、このような形で分けていきます。この部分はだいたい音量が同じぐらいなので、このトラックは同じトラックに、でそれ以降は同じような音量感が続きますので、それを同じトラックにしております。今は綺麗に A メロとそれ以降で分かれているんですけど、例えばサビのこの辺りだけが極端に小さいような場合であっても、僕としてはセクションごとに同じ場所にあった方がいいんじゃないかなと思っています。で、例えばここだけ極端に小さいよみたいな場合で、そこのコンプのかかり方が変わっちゃうみたいな時は、オートメーションでスレッショルドを調整したりとか、もしくはオートメーションでゲイントリムを調整したりとかして、セクションごとに同じ場所にあるようにした方がやりやすいかなと思います。ただこの辺りは好みなので、もう完全に音量で分けたいっていう場合ではそれでも問題はありません。一番やりやすい方法を見つけてみてください。はい、では皆様お待ちかねのボーカル処理のチェーンをご紹介します。で、このプラグイン処理なんですけど、本当にやり方がめちゃくちゃいっぱいありまして、すごいシンプルにやるやり方もあれば、すごく多くのプラグインを使ってちょっとずつ処理をしていくっていうようなやり方もあります。今回に関しては多くのプラグインを使って処理をしていくっていうやり方をご紹介していきたいと思います。で、今回紹介するプラグインはあくまで一例となります。役割が同じであれば手持ちのもので全然置き換えはできるので、そのプラグインがなぜ必要なのかっていうのを理解していくようにしましょう。簡単に今回どんなプラグインを使うのかっていうのをご紹介していきたいと思います。まず僕の場合はですね、ボーカルをそのボーカルのトラックの他にボーカルのバストラックっていうのも作るんですね。で、それぞれ処理をしていくのでちょっと一個一個解説していきたいと思います。まずはボーカルトラックの方の最初、不要な帯域と視察音のカットを行います。これはプロ Q3 とか別に何でもいいんですけど、一般的なパラメトリック EQ を使うことが多いです。プロ Q3 とかプロ Q4 とかそういうのはダイナミック EQ がついているので、この視察音のカットとかにはその方が有利なので、できればダイナミック EQ がついているものを使うといいかなと思います。では1番目の処理の不要な帯域と視察音のカットっていうところを見ていきたいと思います。まずは元々の音を聞いてみましょう。一人きり小田急線の改札を抜ける。で、割とこもっていて改札の部分とか視察音が少し気になったりする部分があるので、そのあたりをこのようにカットしていきました。
ハイパスの方は低い音程の一番低い部分が被らないようになるぐらいで、あとはローミッドの方を少しカットしたりとか、あとは視察音の部分ですね、ピークをダイナミック EQ でカットしています。あとここら辺にもピークがありましたので、この辺もダイナミック EQ でカットしています。でローパスフィルターを最初かけようかと思っていたんですけど、後ほど登場する EQP1A の方でかけた方が良さそうだったので、ここはかけないようにしてあります。では音聞いていきます。一人きり小田急線の改札を抜ける。このように音が結構スッキリしたんじゃないかなと思います。で、2つ目ですね。小さい部分を持ち上げるですね。これはアップワードコンプというものになるんですけど、Waves の MV2 っていうのが非常に使いやすいので、僕はよくこれを使っています。通常のコンプは大きい音量を下げるものっていうお話を別の動画でしてるんですけど、これに関してはちょっと違って、小さい音量の部分を大きく持ち上げてくれるっていうコンプレッサーになります。ちょっとわかりにくいかもしれないんで、後ほど実践のところでしっかり解説いたします。では2つ目の小さい部分を持ち上げるという処理を見ていきたいと思います。で、これはアップワードコンプっていうものを使うんですけど、これ普通のコンプレッサーと違ってスレッショルド以下の小さい音を相対的に持ち上げてダイナミックレンジを狭くするっていうタイプのコンプレッサーになります。単純に小さい音が大きくなるっていう風に思っていただいて大丈夫です。で、それの代表機種だと思うんですけど、Waves の MV2 というものを使っています。で、これ操作がすごい簡単で、このローレベルっていうところのつまみを上げていくとアップワードコンプの効果が得られます。ハイレベルっていうのは普通のコンプレッサーの動きになるので、ここは僕はあんまり使わないです。で、今回ローレベルを少し持ち上げて、でちょっと音量感が大きくなってしまったんで、アウトプットで全体の音量を少し下げています。ではビフォーアフターで聞いてみます。まずビフォー。一人きり小田急線の改札を抜ける。いや、アフタ一人きり小田急線の改札を抜ける。わかりますかね。なんとなく小さい音のニュアンスみたいな部分が持ち上がってきたのがわかるかなと思います。で、3番目、レベリングですね。音量を鳴らすってことですね。これは普通のコンプレッサーなんですけど、僕はよく LA2A を使います。LA2A を使って不要に大きくなっている部分のレベルを鳴らしていきます。では3番目のレベリングですね。ボーカルのコンプはいろいろなコンプかけるんですけど、僕はナチュラルにかかって操作も簡単な LA2A をよく使います。なので今回も LA2A を使っていきたいと思います。よくゲインリダクション量ってどれぐらいがいいんですかっていうご質問いただくことが多いんですけど、なんとなくマイナス4デシベルぐらいを狙っていくといいことが多いんですけど、それだとかかりすぎの時もありますし、浅い時もあるので、最終的には自分の耳でチェックして一番バランスのいいところを探すのがいいかなと思います。ではビフォーアフターで聞いていきましょう。一人きり小田急線の改札を抜ける。ではアフタ一人きり小田急線の改札を抜ける。どうですかね。なんとなくナチュラルに持ち上がってきたような感じがあるんじゃないかなと思います。で、今回はマイナス4までいかずに最大でマイナス3ぐらいにとどめました。マイナス4までいくとちょっとコンプ感が強かったので、それぐらいの設定にすることにしました。試しにちょっとマイナス4の設定で聞いていただきたいと思います。一人きり小田急線の改札を抜ける。この楽曲は割とナチュラルな印象にしたかったので、あまりコンプ感を前面に押し出さない設定にした方がいいかなと思いまして、今の4ではなくてさっきのマイナス3ぐらいのゲインリダクション量が適切だと判断しました。こういった感じで、特にこういうバラードものみたいなボーカルは割とナチュラルめにコンプをかけていくことをお勧めします。もっとハードめな楽曲とかはもっとがっつりコンプをかけた方がかっこいい場合もあるので、その辺はその時々の状況によって臨機応変に対応していくようにしましょう。そして次、音質調整ですね。この時僕がよく使うのは EQP1A ですね。これはもう必須の EQ になります。
では4番目、音質調整ですね。ここでは EQ を使っていくんですけど、今回は EQ-P1A を使っていきたいと思います。EQ-P1A の詳しい使い方は EQ シリーズの2番目の動画の中で詳しく解説していますので、概要欄にリンクを貼っておきますんで、ぜひそちらをご覧ください。EQ シリーズの中でも何度か言ってたんですけど、僕はこの EQ-P1A 大好きで、いろんな楽器の EQ のファーストチョイスになっています。もちろんボーカルの EQ としてもまず最初にこれを試すっていうぐらい大好きな EQ になります。でボーカルの時はですね 100Hz に設定して、ローを上げてカット。ベースの時とかはブーストとカットの値が同じぐらいになることが結構多いんですけど、ボーカルの場合は比較的カットの方が、つまりこのアテンっていう方ですね、こちらの方が高い値になることが多い気がします。であとはボーカルは割と3キロとかその辺が重要なので、そこも少しついていたりとかで、あと最初の EQ の方でちょっとお話しした、このハイカットですね、ハイカットやめましたっていう部分はの EQ-P1A のハイのカットですね、ここでカットした方がナチュラルで良かったので、こちらでカットしております。ではビフォーアフターで聞いていきます。一人きり小田急線の改札を抜ける。ではアフター。一人きり小田急線の改札を抜ける。なんとなく楽曲的に温かさみたいなのが欲しかったので、ちょっと温かみの出るような処理にしました。もともと割とこれはコンデンサーマイクで撮ってるんで、上の方もしっかり伸びていたんですけど、そこをあえて少しカットすることによって柔らかい雰囲気を出していたりします。あとこのローエンドの方処理もそうですね、ちょっとだけローエンドをこうつくような形になってるんで、これによって少し重心も下げて全体的にあったかいような雰囲気を演出しています。でその後僕はパラレルコンプっていうのをここの段階でやることが多いです。でその時1176系でよくやるんですけど、その中でもプラグインアライアンスの MC77 っていう紫色のやつがあるんですけど、それがデフォルメ感があってすごいいい感じなので僕はよく使ってます。では5番目のパラレルコンプですね、圧を足すっていうところなんですけど、で76の特徴ってパキーンと出てくるアタック感なんですよ。でボーカルでアタック感っていうと子音の部分になるので、そこをちょっと足してあげることで歌詞がこう入ってきやすくなるっていう効果があります。でこれをがっつりかけたものを混ぜていくんですけど、ロック系とかの場合は結構多めに混ぜたりした方がかっこいいんですけど、こういう系のバラードとかだとがっつり混ぜちゃうとちょっとアグレッシブになりすぎるので、そのトランジェントの部分をほんのちょっとだけ足すみたいな形で混ぜていく形になります。まずは、処理が完了している状態をビフォーアフターで聞いていきます。まずビフォー。一人きり小田急線の改札を抜ける。アフター。一人きり小田急線の改札を抜ける。どうですかね、こう子音がちょっと立ってきて言葉が入りやすくなったかなと思います。倍音も乗ってくるので処理前よりも少し高音の伸びとかも感じられるようになったかなと思います。今このコンプのパラレル具合の設定はですね、原音に対して 8% ぐらいのコンプがかかった音が入っているということになります。でそのコンプがかかっただけの音も聞いていきたいと思います。これを 100% にするとコンプだけの音になります。ではこれで聞いていきます。一人きり小田急線の改札を抜ける。このような音なんですね。このコンプレッションされた音を混ぜていくことによってさっきのような音色を作っていくことができます。そしてその次、躍動感を出すですね。これちょっとよくわかんないかもしれないですけど、プロ Q3 のダイナミック EQ のプリセットですごいいい感じのものがあるんで、それも後でご紹介します。で次6番目、躍動感を出すですね。これはプロ Q3 にダイナミック EQ のプリセットがついてるんですけど、それをこうかけることによってトラックに躍動感が生まれてくるので、割と僕はチート級のプリセットだと思っていて、それを使っていくことがよくあります。でそのプリセットはこのダイナミックっていう中のボーカルズっていうところにこう入ってるんですけど、1、2、3があって、今回は3が一番楽曲に合ってるかなと思ったので3でやっています。ではビフォーアフターで聞いていきましょう。まずビフォー。一
アフター。一人きり小田急線の改札を抜ける。どうですかね、こう音色もフレーズに合わせて自動で調節されて、でなんとなくこう動きも出てくるような感じがあるんじゃないかなと思います。どうですかね、これ挿すだけなんで一旦挿してみて、良ければ使う、必要なければ使わないみたいな感じで一旦試してみるっていうのを結構お勧めしています。Mix Pro Academy. でその後はショートディレイですね。これは使わない場合も多いんですけど、かけるだけで歌がちょっとうまく聞こえるような設定があるので、それを後でご紹介します。では個別トラックの最後の処理ですね、ショートディレイですね。この方法は昔雑誌で紹介されたりとかしてるんで、結構有名なんで知ってる方もいるかもしれないんですけど、テンポとかボーカルに関わらず 189ms に設定してフィードバックを少なくして、でそれを少しだけ混ぜるっていう手法なんですけど、これを入れることによって言語化が難しいんですけど、なんとなくボーカルがちょっとうまく聞こえるみたいな効果があったりします。ですごい短いディレイなのでちょっと響きがあるような感じもあったりするんで、割とリズミカルでリリースのタイミングがすごい重要な楽曲とかにはあんまり入れない方がいいかなと思います。でこういうバラードとかにはすごい向いているので今回は入れさせていただきました。ではビフォーアフターで聴いていきたいと思います。一人きり小田急線の改札を抜ける。アフター。一人きり小田急線の改札を抜ける。これちょっと分かりにくいかもしれないんでソロでも聴いておきます。まずビフォー一人きりでアフタ一人きり。ー。なんかほんとわずかな響きみたいなのが入っていたかなと思います。これあんまり聞こえてはこないんですけど、こういうのがあるかないかで結構ミックスのクオリティが変わったりもするので、ぜひ試してみてください。 LINE 公式でプロを目指すための最初の3ステップを解説した動画公開中で、ボーカルのトラックとしてはこれで終わりなんですけど、その後ボーカルバスの方でまたちょっとした調整をしていきます。でこの7つの処理を先ほどトラックを分けた音が小さい部分と大きい部分のトラックそれぞれにやっていきます。そしてその後でそれらをまとめたボーカルバスを作りまして、そこで最終的な音質補正をしていきます。なんでボーカルの個別トラックとあえてボーカルバスのトラックをこう分けてるかと言いますと、ボーカルが1人でシングルトラックだった場合は特にボーカルバスを分ける必要はないんですけど、例えばボーカルの人数が2人とか3人とかもしくは5人とか10人とかそういう風に複数になっていった場合、個別トラックで処理したものをなんとなく全体でもうちょっと調整したいなみたいなことが起きることがあります。でその時にボーカルバスの方でやれば一つ一つのトラックを個別的に処理していく必要がなくなるので、作業効率も良くなりますし、全体的な作業も統一されるので統一感も出るっていう効果があります。ただボーカルバスの方でですね、コンプレッサーとかの処理はやらない方がいいです。コンプレッサーとかは入力した音量に対して処理が決まってくるので、複数のボーカルが全員がユニゾンで歌っているような場合は問題ないことも多いんですけど、この部分は2人この部分は1人みたいな形で歌っていると、その都度ボーカルバスに印刷されたコンプへの入力のレベルが変わってきちゃうんですね。そうすると処理が変わってきちゃうので、あまりボーカルバスの方にはコンプレッサーは入れない方がいいかなと思います。あとボーカルバスの方にコンプを入れるデメリットとしては、最後にステムみたいのを書き出しするときに各トラックそれぞれ個別に書き出すと思うんですけど、その時に最初は5人で鳴ってたものを1人で鳴らすことになるんで、単純に音量が下がってしまうんですね。そうするとスレッシュルドに対しての音量が下がるので、また処理が変わってきてしまうんで、ステムを全体で鳴らした時の音量感とかも変わってきてしまうので、そういうのを防ぐっていう効果もあったりします。 Mix Pro Academy. で音質補正なんですけど、MAG-EQ4 っていうのがあるんですけど、これはすごくナチュラルにいい感じに処理ができるので、これで音質を調整してます。ではバストラックの方の1つ目を見ていきたいと思います。まずは MAG-EQ ですね。これはですね、非常にナチュラルに処理できる EQ になってるんですけど、これでちょっとこの 40Hz のところを少しだけついてあげて、あとはエアバンドって言われるところですね、超広域のところですね、これを一番40って書いてあるところですね、ここに設定して少しだけついてあげるっていう風にすることによって、
若干重心を落としつつ高音の明瞭さも出してあげるみたいな使い方をしています。これをビフォーアフターで聞いていきたいと思います。一人きり小田急線の改札を抜けるアフタ一人きり小田急線の改札を抜ける。どうですかね。なんとなく少しだけローエンドの方が伸びて、あと高音域の方も少し伸びたんじゃないかなと思います。 Mix Pro Academy. あとはこの段階でローミッドがちょっと多いなって感じる場合は少しここでカットしたりもします。ではボーカルバスの方の2つ目ですね。ローミッドのカットです。これはですね、ニーブの1073っていう名機があるんですけど、それのエミュレートのものを使っていきます。でそれのですね、このミッドバンドのですね 0.36 っていうところがあるんですけど、 360Hz っていうところですね。この辺がいわゆるローミッドっていうところにピンポイントに設定されているので、ここをカットしていくとローミッドがスッキリしてくるっていう感じになります。で今回一番最初の EQ 処理でローミッドはすでにカットしてあるんですけど、トラックと混ぜた時にほんの少しだけローミッドが邪魔かなっていう感じがしたんで、1デシだけこれで落としてあります。ではこれをビフォーアフターで聞いていきたいと思います。まずビフォー。一人きり小田急線の改札を抜けるアフタ一人きり小田急線の改札を抜ける。本当にわずかな違いなんですけど、ミックスではこのマイナス1デシとかもしくはマイナス 0.1 デシとかいうことですごい印象が変わってきたりもするんで、こういったわずかな違いを生む処理もできるようになっていきましょう。 Mix Pro Academy. でボーカルバスの3つ目ですね、音圧を出すって書いてあるんですけど、これはウェーブスの L1 を使います。でウェーブスの L1 はリミッターなのでコンプの一種なんで、さっき言ったコンプレッサー使うなっていうのとちょっと矛盾するんですけど、これ実はちょっと用途が違いまして、ミックスをしていった時になんとなくボーカルが少しだけ小さいような気がするっていうような場合が出てくるんですね。でその時に普通に考えたらボリュームを上げるんですけど、ボリュームを上げるよりこのウェーブスの L1 っていうのを使うとちょっとこう倍音が乗ってくるような感じがあって、単純にボリュームを上げるよりぐっと前に出てくるっていう感覚があるんですね。なのでこれはいわゆるこうマキシマイザー的な感じで使っているというよりは、どっちかというと僕は音量ボリュームコントロールの延長として使ってたりするので、この辺はボーカルバスの方にコンプ系は入れない方がいいよっていうのの一つの例外みたいな感じで考えていただくといいかなと思います。あくまでボリュームの代わりっていうことですね。これでボーカルの全体の処理が完了しました。でこの後半の方のプラグインは全く触ってなかったんですけど、これも基本的には同じような設定でスレッショルドレベルとかそういったものを少し調整する形で処理しております。 Mix Pro Academy. はい、これでボーカルトラックの下処理が完了しました。この状態でミックス前のものと今日の時点のものを聞き比べてみましょう。まずはミックス前のもの。一人きり小田急線の改札を抜ける憧れた日々からは少し離れてる。明るい夜空見上げても星は見えないけれど、なんだから眺める新宿のビル街が水座のように輝いた。君は一人じゃないけど言ってくれた気がした。では今日処理したもの。一人きり小田急線の改札を
ですかね、ボーカルの質感はだいぶ聞きやすくなったり、レベル感も合ってきたので、だいぶいい感じに聞こえるようにはなったと思います。でもこれではまだ完全には混ざっていないんですね。ここから先は次回の動画でしっかりお伝えしますんで、ぜひお楽しみにしていてください。Mix Pro Academy. はい、では今日のまとめです。ボーカルミックスっていうのはパズルの最後のピースを埋める作業みたいな認識を持って作業していくといいかと思います。そして歌ってみたみたいなすでにある2ミックスに対して歌を乗っけるような場合に関しては、インスト側にしっかりヘッドルームを確保してから作業を開始するようにしましょう。で、今回プラグイン処理を各工程解説していきましたけど、それぞれの工程が何のためにやっているかっていうのをしっかり理解して他のプラグインでも置き換えられるようにしていきましょう。で、次回ボーカルミックス2回目ですね。インスト側を今度処理してボーカルの場所を開ける方法とかをご紹介いたします。今後もこういったミックスの技術のお話もしますし、ミックスの仕事の進め方とかそういったお話とかもしていきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。質問がありましたらぜひコメント欄の方にお願いします。皆さんの質問が他の方の学びになったりもしますので、ぜひ遠慮なく書き込んでください。あと概要欄の方に LINE 公式の登録リンクがあるんですけど、今回使用した音源のインストトラックとボーカルのパラトラックと、あとミックス前の2ミックスとミックス後の2ミックスの4つのデータを LINE 公式の方に登録していただいて、歌ってみたミックスというキーワードを送っていただくとプレゼントすることができますので、ぜひご自身のセッションに読み込んで練習素材として使ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。